はい、健康生活チャンネルのエビラルタカイロです。今回はですね、体内年齢に30歳差がつくアンチエイジング方法についてお伝えしたいと思います。で、あなたは体を若く保ちたいと思いませんか？さすがにね、永遠の18歳というわけにはいきませんが、年齢よりも若く見られたい。いつまでも健康な体でいたい。若い頃のまま動きやすい体でいたいなど、あなたも若い体のままでいたいはずです。私ももちろんね、やっぱり若いままでいたいですよね。でもですね、不老不死じゃあるまいし、年を取らない方法なんてあるはずないというふうに思うじゃないですか。しかしですね、その今の科学の常識ではそうではなくて、正しい方法を行うことで若い体を保つことができるんですね。で、反対にちゃんとした対策を行っておかないと、実際の年齢よりも老化がかなり早くなってしまいます。で、今回はそんな体内年齢についての研究の結果から分かった驚きの結果と、実際にですね、体内年齢を若く保つための方法をお伝えしますので、今回の動画をご覧いただければ、あなたはですね、見た目にも中身も若い体を手に入れることができて、そしてご覧にならなかった場合には老化が早く進んで、見た目にも年を取って見られてしまったり、病気になってしまったり、体を動かすのが億劫になるほど重くなってしまうという危険性さえありますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまずチャンネル登録をお願いします。で、あなたはですね、まだ老化のスピードに差が出るってことが信じられない、そう思ってはいないでしょうか。で、みんなね、アンチエイジングとか若返りとか言ってるけど、なんか嘘くさいななんて思ってしまいますよね。ですが、例えばですね、あなたは同窓会に行ったことがありませんか？卒業してね、5年後とか10年後とか20年後とかの同窓会で、久しぶりにですね、同級生と会ってみると、うわー、学校の時から変わってないねっていう若い方であるとか、逆にですね、あんな人いたっけ、誰かの親御さんかなみたいな、老けてしまって見覚えのない方など、いろんな方がいるじゃないですか。もうこれがですね、まさに老化のスピードは人によって差があるという、人によって違いがあるということなんですよ。みんな同級生ですから、実年齢はみんな一緒なんですよね。その会場にいる方、みんな一緒のはずなんですよ。ですが、あの人はね、見た目的にまだ10歳ぐらい若く見えるし、私の年齢だったらね、今年38ですので、あの人まだ10歳ぐらい若く見えるから、28ぐらい、20代に見えちゃうね、みたいな方もいらっしゃいますし、もう反対にね、あの人はもう10歳ぐらい年上に見えちゃうね、なんて、そういった体験をした方も多いと思います。で、実はですね、最近の研究によって、実年齢通りに老化が進んでいくのではなくて、環境によって年を取るスピード、老化のスピードには差があるってことが分かってきたんですね。で、そしてその方法もですね、分かってきたんです。ですから、今やですね、年を取るスピードというのは、ある程度コントロールすることができるようになったんですよ。さすがにですね、不老不死は無理ですけども、年を取るのも死ぬのも遅くする、いわば治療治死だったら可能な時代になったんですね。だったらですね、あなたもできるだけ若い体でいたいと思います。で、この老化のスピードについて調べた研究なんですが、これはアメリカのデューク大学加齢研究センターが行ったものになります。で、これはですね、ダニーデン研究といった先行研究があって、ニュージーランドの南部の都市、ダニーデンで行ったものがあるんですね、研究がね。で、この研究ではですね、1972年の4月から73年の3月までの1年間に生まれた1037人を対象として、この方をですね、なんと生涯にわたって追跡して、生活ぶりであるとか、健康状態を調べた研究なんですね。だから、この1年間に生まれた1000人近くをですね、もうその方が亡くなるまでずっと追跡調査をしたという研究があるんですよ。で、この先行研究のデータを使ってですね、2011年時点で38歳だった954人の男女を対象として、26歳から38歳までを追跡して調査を行いました。で、この研究チームはですね、内臓の機能であるとか、コレステロール値であるとか、心肺機能とか、寿命を表すテロメアというね、遺伝子があるんですが、こういったものであるとか、歯の健康とかね、18種類のこういったバイオマーカーというね、数値を調べて、参加者の老化のプロセスを調べたんですね。どのぐらいその老化に差があるかを調べたんですよ。その結果、実年齢38歳の方を対象にして調べたんですけども、その体内年齢、
齢、専門用語ではこれは生物年齢というんですけども、この体の年齢が30歳というね、実年齢よりも8歳も若いという方から60歳という、なんとですね、30歳も老化が進んでいる、進行している方までいることが分かったんですよ。ですからこれはですね、同じ年齢であっても30歳も差がついてしまうと。人によっては30歳、38歳なんだけどね、実年齢は38歳なんだけども、人によっては体は30歳だと。人によっては60歳だと。この差が30歳も差がついてしまっているという恐ろしい結果だったんですね。で、私がですね、今年の7月でね、7月20日でちょうど38歳ですから、もうちょっとで誕生日なんですけどね、もうすぐ38歳なんですけども、だから私と同級生の方でですね、ちょうどいい研究ですよね。私と同級生の方でもうすでにもう60歳になっている方もいるかもしれないということなんですよ。で、人によっては、方やまだ体が30歳という若い体で保っているという方もいらっしゃるんですよね。だから私の年齢から見るとですね、やっぱり30歳ってまだ肌がですね、ピチピチして若いですし、特に女性なんかはね、張りがありますよね。で、逆にですね、その60歳の方で言えばですね、ある程度やっぱり今の私よりもですね、もっとやっぱりシワの深い方であるとか、お肌の張りがない方とかね、そういった方ってやっぱ多くなるじゃないですか。白髪とかもめちゃくちゃ白髪頭の方とかも増えてきますよね。ですから、このぐらいですね、同じ年齢でも差が出るっていうことなんですよ。本当に恐ろしいことだなっていうふうに思いますよね。で、そういえばですね、私の同級生でもね、めちゃくちゃ老けてるなっていう方やっぱりいるんですよね。ですから私は結構実感する研究結果でした。ああ、やっぱあの人って実際に老けてるんだなっていうふうにわかるんですよね。で、この研究を行った研究者は次のようにコメントしています。で、老年医学は高齢者を対象としていますが、高血圧症や2型糖尿病、心臓病などの加齢に伴って発症が増える疾患を詳しく見ると、若年者で予備軍が増えている可能性がありますと。で、若いうちに体の老化について調べる必要があるというふうに言っているんですね。そうなんですよね。体内年齢が年を取ってしまっているということは、このような生活習慣病に関わるリスクが非常に高い状態ですから、普通であればね、60代以降に多いと言われている病気にも若いうちから急にかかってしまうという危険性があるんですね。ってなるとやっぱり怖いんですよね。私もですね、まだ38歳ですから、さすがに今の時点から糖尿病であるとかね、心臓病とか脳血管障害とか、まだじゃないかなというふうに思うんですけども、それが急になってしまうという可能性もあるということなんですよね。ですから40歳なのにね、その脳血管障害で肩麻痺になってしまったりだとか、心臓病でね急死してしまう、心筋梗塞であるとか狭心症とかで急死してしまうという方もやっぱり今多いんですよね。で、また今回の研究と同じですね、デューク大学では参加した38歳の男女のですね顔写真を別の方に見せてですね、年齢を当てるというテストも行われています。ですからみんな38歳の方の写真を集めているんですけども、この人は何歳に見えますかと。で、この人は、この別の方はね、この人は何歳に見えますかという質問をしていったんですね。ですると、実年齢よりも体内年齢、生物年齢が老けている方は、顔も老けて見えるということが明らかになったんですね。ですからこの結果から見た目が老けているという方は体の年齢も老けているという関係性があることが分かったんです。で、また恐ろしいことにですね、例えばですね、あなたのバイオマーカーを調べてですね、例えばあなたの体内年齢がね、その検査の結果、あなたはもう50歳ぐらいですよというふうに言われたらですね、あなたは実は見た目もですね、50歳ぐらい見られてしまっているという危険性があるんですよ。怖いですよね。ただですね、その老化のスピードがね、違うことに対して、人によってね、老化のスピードが違うだけで、食事であるとか生活習慣とかは関係ないんじゃないのって思う方もいらっしゃると思います。しかしですね、老化に影響する遺伝的な要因は、たったの20%というふうに言われているんですよ。で、残りの多くは、食事や生活習慣などの要因によるものが大きいということが分かっているんですね。ですから、あなたの努力によって、残りの80%はコントロールできる可能性があるということなんです。なので、あなたも老化を抑えるために努力をする必要があるんですね。ではですね、この老化を抑えるためにどのような努力が必要なのかですけども、まずは老化を早めてしまう要素を少なくすること。その上で老化を抑えてくれる要素を積極的に増やすことが重要となってきます。やっぱりですね、多いのが、この老化を早めてしまう要素をね、どんどん取り入れてしまっている方が多いんですよ。なので、その老化をどんどん進んでしまっている状態なんですね。それはもう今の日本の現状にもよってきます。ですからまずはこの老化を早めてしまうものを減らすことがね、
効果的な対策になります。で、老化を早めてしまうものには酸化と糖化、過酸化脂質などがあります。これらは3つとも細胞を傷つけてしまう反応であるとか物質で老化を進行させてしまうんですね。で、酸化というのは体の細胞が酸素と結びついて劣化してしまう、つまり傷ついてしまう反応です。活性酸素は呼吸をするたびに増えてしまいますので、呼吸を減らすことはねできないですから、ある程度発生するのは仕方がない部分もあります。ただですね、激しい運動が多すぎたりだとか、あるいは紫外線を浴びすぎたりだとか、過度のストレスを受け続けると活性酸素が増えてしまいますので、これらは控えめにする必要がありますね。だからよくですね、そのマラソン選手の方はね、紫外線めちゃくちゃ浴びますし、いつもその激しい運動をしていますので、老化のスピードが速いということは言われているんですよ。適度なね、マラソンはいいんですけども、あそこまでもうガチガチにマラソンをね、ずっとしていると、さすがに無理が来ちゃってですね、逆に老化が進んでしまうんですね。で、そして糖化というのは、体の中のタンパク質が食べ物から摂取した、余分な糖質ですね、余った糖質と結びついてしまい、細胞を傷つける物質に変化してしまう反応のことを言います。ですから、糖質の多いもの、例えばチョコレートであるとか、ジュースとかアイスとか、菓子パンとかね、こういった甘いものを取りすぎることは老化を早めてしまいますので、控える必要があるんですね。あとはね、その白ご飯をね、その食べ過ぎっていうのも良くないです。だからこういったものも玄米であるとか、ぶつき米とか、こういったものに変更した方がいいですね。そして過酸化脂質ですが、これはですね、油が酸素と結びつくことで、細胞を傷つける物質に変化してしまうことで作られてしまいます。で、過酸化脂質は特にですね、高温調理された食べ物に多くて、例えばですね、唐揚げであるとか、ドーナツとか、あるいはカップラーメンなどには多く含まれていますので、このような油で調理したものは控える必要があるんですね。で、活性酸素と糖化、過酸化脂質については特に危険性が非常に高いものですので、詳しく知っておいてほしいところなんですけども、これらですね、また別の動画で解説していますので、後で下の説明欄からご覧になってください。で、そしてですね、これらの老化を早めるものを控えることができたら、次は老化を抑えてくれる要素を増やす必要があるんですね。で、この対策は一つで、それは酸化による老化を防ぐために抗酸化物質というものを取ることなんです。で、抗酸化物質というのは活性酸素の働きを抑制したり、活性酸素を分解して無害な物質にしてくれるというもののことを言います。で、主にポリフェノールであるとか、カロテノイドというものがありますね。例えばですね、ポリフェノールでは大豆に多く含まれているイソフラボンであるとか、ごまに含まれるセサミノール、そばに含まれるルチン、緑茶のカテキン、ブルーベリーに含まれているアントシアニンなどがあります。で、またカロテノイドでは緑黄色野菜や果物に多く含まれているベータカロテンであるとか、トマトのリコピン、魚介類に多く持つアスタキサンチンなどがありますね。で、さらにですね、ビタミンにも抗酸化作用を持つものがあって、それがビタミン A と呼ばれているビタミン A と C と E なんですね。ですからこれらのビタミンも取ることが大切になります。で、またビタミンはですね、他のビタミンと補助したりとか共同して働いていますし、さらにですね、ビタミンの働きのために必要なミネラルもあるんですね。ですからビタミン A 層を取ることはもちろん大切なことなんですけども、ビタミンやミネラルをバランスよく取ることが重要なんですね。で、このようにビタミンやミネラルとか、そしてその他の栄養素までバランスよく取れる食事はですね、私が以前からお伝えしているこの孫やさしい食事というものですので、毎日をね、この食事に変えるだけでビタミンやミネラルを十分に取ることができますので、ぜひこちらの食事法もね、チャレンジしてみてください。そして飲み物からもね、抗酸化物質を取ることができます。それがこのルイボスティーなんですね。で、ルイボスティーからは最強の抗酸化物質である SOD、スーパーオキシドディスムターゼという酵素を作ることができます。で、この SOD は活性酸素の中でも最強と言われているスーパーオキシドを分解できる酵素ですので、体内で強力に働いて活性酸素を無毒化して老化を抑えてくれます。ですからこれはもう毎日飲みたい飲み物なんですね。これはね、ノンカフェインでノンカロリーですから、子供から大人から高齢の方までみんな飲めますし、朝でも昼でも夜でもそのコーヒーのようにね、カフェインの作用がありませんから、いつの時間でも飲めます。さらにノンカロリーですから太ることもないと、逆にたくさん取ることでね、痩せることさえできるというすごい飲み物
毛なんですよ。ですから日頃飲むものはこのルイボスティーに変えてもらった方がいいですね。で、孫は優しい食事とね、このルイボスティーについても別の動画で詳しく解説をしていますし、私が毎日飲んでいるこの品質もね、成分も最高級品のルイボスティーもおすすめなんですけども、これらの動画とこれのね、正規販売店のリンクも下に載せておきますので、もし興味がある方はね、下の説明欄からご覧になってください。ということで、あなたが30歳老けないように、老化を早める酸化、糖化、過酸化脂質を控えていただいて、そして抗酸化物質を取るという対策が必要となるんですね。そうしないと、あなたがですね、同窓会に行った時にですね、もしかしたらちゃんと対策をしていれば、うわ、若いね、なんて言われるかもしれないですしね、お肌ピチピチだし、張りがあるし、髪も綺麗だしっていうふうに言われるかもしれないですし、逆にですね、ちゃんと対策をしていないと、おじいちゃんおばあちゃんみたいなことを言われるかもしれないですよ。めちゃくちゃショックじゃないですか。もう私だったらそんなの耐えられないですので、私はちゃんとやっぱり対策をしようというふうに考えているんですね。で、それだけではなくてね、いずれ病気になってしまうリスクもありますから、若いうちからね、心臓病であるとか、狭心症とかね、その脳梗塞であるとかね、こういった重い病気にならなくて済むように、病院で生活をしなくて済むようにですね、今のうちから対策を始めていきたいと思いませんか？思いますよね、普通ね。ですので、ぜひ頑張っていきましょう。できる努力をやるだけでもね、やっぱり変わってきますから、とりあえず私は孫優しい食事だけとかね、ルイボスティーだけ飲むようにしますとか、こういった対策だけでもね、変わってきますので、糖質を控えますとかね、あるいは、過酸化脂質の揚げ物を控えますとか、こういった対策をね、一つからでも始めるようにしましょう。私の生態やサポート付きのファスティングにご興味ある方、またはですね、今回の内容のブログは下の説明欄からご覧いただけますので、そちらからご覧になってください。今回の内容がためになったなと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。